もしネット上の知人が突然目の前に現れ刃物を向けてきたら、2019年11月15日新潟県新潟市夜9時前、新潟駅前のスナックに勤務する篠原優さんはいつものように店がある雑居ビルへやってきました。その階段を上がるさなか、涼介くん、驚いたように声を上げた篠原さん。1階と2階の間の踊り場に立っていたのは1年前にオンラインゲームを通じて知り合った男、斉藤涼介でした。元ホストの斉藤はそのゲームの界隈でもイケメンで知られ、自分でも容姿に絶対的自信を持っていました。自宅の神奈川から遠路はるばる篠原さんが働く新潟のスナックまでやってきた斉藤。しかしそれはネット仲間の嬉しいサプライズなどではなかったんです。彼は篠原さんにむき出しの包丁を向けていたんです。包丁を片手に遠路はるばるやってきたオンラインゲーム仲間の男。自称イケメンのその男の異常なまでの執着とは。他人の評価で自分を保っていたその男は、ほんの少しでも相手が思い通りにならないことが許せなかったんです。おそつけんちゃんです。いや、みかです。みさん、この間ね、大学の後輩のね、結婚式に二次会からこう参加したんですよ。おめでたい。久しぶりにスーツ着て。うん。で僕らスーツ着ないじゃないですか。はいはいはい。スーツ着てね、二次会でみんな知り合いながらほとんど後輩のみんなとこう話したりとかして。そしたら、大体知り合いだったんだけど、知り合いじゃない子たちもいるわけですよ。はいはいはい。そう。で、ちょっと自慢みたいになっちゃうんですけど。自慢でいきなりね、話しかけられて、二次会で、その後輩の連れてきたなんか女性の一人に話しかけられて。何ちょっとおどおどしてんのよ、今更。なんかちょっとあんま自慢っぽくなると恥ずかしいな。初めて面と向かってね、私ビビッと来たんですって言われた。そう、なんかそんなすごい、そんな言われたことないじゃん。私も聞いたことない、そんな話。なんかさ、そのついてもらってちょっとずつ仲良くなって、なんかお互い好きかなとかさ、そういうのはあるじゃん。そんな積極的な女性も珍しいし、そんなことを言われることもなかなか聞かないよね。そうそう、こんななんか漫画みたいなこと言われたの初めてで、そう、なんか普通にキョロジュになってた俺。で、その後はその後なんか3次会行き、カラオケみたいな感じだったんですよ。で、なんかその子がね、後から来てなんか隣座ってきて、ちょっと普通にトイレ行くふりして新宿だったんですけど、三束っていう鶏白湯ラーメン一人で食べて帰った俺。なんそれ。いやいや、なんかちょっと警戒しちゃうのよ。わかる？連絡先交換はしたんでしょ？してない。いや、マジでしてない。こう命かけて。命かける。結婚式二次会参加者グループラインってのがあるのよ。でもそっから追加してきて。追加して別に相手は悪くないでしょ。めっちゃ電話かかってきたの。電話かかってきた。どこ行ったんですか？そう、戻ってこないんですかみたいな。一回も出なかった。そう、なんか違う、なんか別に、そのね、嫌いだとかじゃなくて、なんか初対面の人にそんなに行くってあるんだみたいな。なんかその警戒心みたいな。はいはい。怖くない？逆にさ、なんかそんな、いや、もう、いい。ちょっと照れてんでしょ、あんた。いや、照れてる。ちょっと照れてる。いや、照れてる。いいいの。もう、でも、興味ないからみたいな感じ。リアルに7割照れてて、3割マジで警戒してる。警戒してる。そう、だから俺らさ、平和にやれてこれたじゃん。どういうことそれ。炎上もせずに。そういう風に警戒をしてるからってことね。でも、なんか警戒すぎも良くないよね。どこまで信じるかはあなた次第。違う、本当だって。本当だそうです。今回は新潟県で起こった殺人事件をご紹介します。この事件はオンラインゲーム上で知り合った男女の間で起きたもので、加害者の男はその界隈で一番のイケメンと自称していた、ちょっとというかかなりヤバい男なんです。自称イケメンって言ってる時点でちょっとね、鼻につきすぎる男ね。自信があるのはいいことなのかもしれないけど、それが事件と何か繋がってくるの？そうなんです。彼は自分の容姿とかにね、圧倒的に自信があったために、相手は自分の言うこと聞くだろうと思ってるわけですよ。だから逆に相手が自分の思い通りにならなかった時に、もうとんでもなく感情的になっちゃうんです。事件が起こったのは新潟県の夜の繁華街。スナックに出勤するところだった被害者の前に、そこにいるはずのない男が立っていたんです。血まみれの階段。2019年11月15日、新潟県新潟市午後8時55分、新潟駅前の雑居ビルに男女の叫び声が響きました。
ビル内の飲食店で働いていた女性は驚いた様子で店の外へ。すると階段の踊り場に若い女性が倒れていたんです。大変。倒れていた女性は篠原優さん。そのビル内のスナックの店員でした。篠原さんの腹部には包丁が刺さったままの状態。彼女を発見した女性は必死で呼びかけますが反応はなく、その顔はみるみる青ざめていきました。その後女性の通報で救急隊が到着しますが、複数回刺されていた篠原さんの出血はひどく、そのまま帰らぬ人となってしまうんです。そして彼女を殺害した犯人はすぐに特定されました。それは犯人が現場に自身のスマホと一冊のノートを落としていたため、そのノートの表紙には遺書と書かれていたんです。隙間なく文字で埋め尽くされたそのノートには篠原さんのこと、そして犯人が自ら命を絶とうと思っていることを示唆する内容が。そのノートとスマホの情報から犯人は篠原さんの元恋人斉藤亮介だと判明したんです。神奈川県在住の斉藤はすでに新潟を出た可能性がありましたが、駅の防犯カメラにその姿は確認できず、そのため警察はまだ近くに斉藤が潜んでいると考え、彼を指名手配。いやー、ちょっとこれ犯人はかなりヤバい精神状態なんじゃない？遺書まで残してさ、何しでかすか分かんないわよこの後。ただこの指名手配が決め手となり、斉藤はすぐに発見されるんです。事件から3日後の11月18日午後1時半頃、警察に1本の通報が。手配写真に似た人がうちの店の外にいるんです。電話をかけてきたのは新潟市内のコンビニ店員。警察が現場に急行すると、コンビニの前には灰色のコートを着た整った顔立ちの男が立っていました。歩み寄ってくる警察のことを正規の抜けた目でちらりと見たその男。つかぬことをお伺いしますが、たった今通報がありまして、お名前をお聞かせ願えますか。警察が尋ねると、男は力なくこう言いました。斉藤亮介です。こうして殺人容疑で逮捕されることになった斉藤。彼は素直に警察に従い、取り調べにおいても全面的に容疑を認めたんです。完全に抜け殻状態じゃない。元恋人を殺してさ、自分まで死のうとする精神状態ってさ、一体何があったのよ。この犯行っていうのはね、きっかけはね、地上のもつれではあったんですが、ただ斉藤がね、こんな事件を起こすまでになってしまったのは、元々の彼の性格とかね、性質によるものが大きいんです。イケメンという才能。斉藤と被害者の篠原さんの関係は元交際相手。2人は人狼殺というオンラインゲームを介して知り合い、事件の1ヶ月前まで交際していました。人狼殺はマイクを通じて生の声で行うオンラインの人狼ゲーム。ガノトトスというハンドルネームでプレイしていた斉藤は大会にも頻繁に参加しており、界隈では人気のプレイヤーでした。斉藤が人気だった理由は自信満々で相手を圧倒するプレイスタイル、そしてリアルで顔出しした際のルックスにあるんです。彼は自身を人狼殺一のイケメンと豪語。その端正な見た目を持って篠原さんのことも射止めてみせたんです。近年オンラインゲームを通して友達や恋人になるケースは年々増えているんです。というのもオンラインゲームはその他の SNS などの出会いに比べて相手と親密になりやすいとされているんです。というわけで本日のメトラキーワード、オンラインゲーム上の出会いについて。2024年に渋谷池袋で行われた調査では、オンラインゲームをプレイしているうちの約 45% がその中で友達ができたと回答。恋愛関係に発展するケースも珍しくないと言います。オンラインゲームは共同プレイでコミュニケーションが取れたり、熱中しているとその人の素の部分が出やすかったり、仲が深まりやすい側面が多いんです。しかし結局オンラインの関係となれば、人となりはいくらでも取り繕えてしまうため、トラブルに発展することも少なくないんです。例えば個人情報を漏らしたことによるストーカー被害、情報の晒し行為、嘘のプロフィールを信じて既婚者と付き合ってしまったなど、オンラインの出会いが当たり前になった現代だからこそ油断も生まれやすいもの。リアルで対面する際には素性のわからない相手だということを肝に銘じておかねばならないんです。この界隈に俺より顔がいいやつはいねえ。イケメンこそ正義なんだ。絶対的なイケメン信仰を持っていた斉藤は、そのルックスを武器にオンラインゲームの世界で幅を利かせていました。しかし実は自分はイケメンだというそのおごりによって、彼は過去にも失敗を経験しているんです。人狼殺のプレイヤーとして知られるようになる数年前、斉藤は新宿歌舞伎町にいました。パリッとしたスーツに身を包み、クールな装いである店のテーブルについていた斉藤。そう、そこは斉藤の言うイケメンこそ正義の正解、ホストクラブでした。この店に俺以上のイケメンはいない。周りのホストを見ながら斉藤は密かにほくそ笑んでいました。彼は店の中では一番の新人でしたが、目立って顔が良く、勤務態度も真面目、大金を稼げるようになりたいと野心を語る斉藤に、店のスタッフも誰もが期待していたんです。しかし結論から言って斉藤は本当にただただ顔がいいだけの男でした。彼は働き始めてすぐに多くの人が幻滅してしまうような欠点をあらわにするんです。
お前何なんだよ、こんなに喋ってやってんのに。響き渡る斎藤の怒号に一瞬で静まり返る店内。彼は怒りに満ちた顔で目の前の女性を睨みつけていました。自分のことを誰もが認めるイケメンだと思っていた斎藤は、客が思った通りの返答をしなかったり気に入らない態度を取ったりするとすぐに怒り出すんです。そうしているうちに店のスタッフは次第に斎藤を腫れ物扱いするようになり、ベテランホストも彼にヘルプに疲れることを嫌うように。店で嫌われ者になってしまった斎藤は結局3ヶ月でホストを辞めてしまうんです。そんな不安定な彼の性格は幼少期の複雑な家庭環境にあるのかもしれません。斎藤は幼い頃に父親を亡くし、ママ父と母親と3人で暮らしていたのですが、ママ父との関係はうまくいっていませんでした。そんな家庭環境で育った斎藤は高校時代にはカッとなって暴力を振るい謹慎処分になることも、友人との会話で死にたいなどと口にすることもあり、決して明るいとは言い難い思春期を過ごしていたんです。そうやってリアルの場での人間関係がまるでうまくいかなかった斎藤がホストを辞めた後にたどり着いたのがオンラインゲーム人狼殺の世界。オンラインゲームの世界において実際に顔を付き合わせるのはたまの大会やオフ会の時のみ。限定的なその時間の中だけなら厄介な本性がバレてしまうこともありませんでした。こうして当時毒食ったちゃんというハンドルネームでプレイしていた篠原さんと知り合い、彼女とオフ会で対面することになった斎藤。2人の仲はやがて交際に発展し、新潟在住の篠原さんは斎藤の住む関東へたびたび訪れていたんです。オンラインゲーム上の出会いだとさ、やっぱりオンラインの性質上内面的なとこまではなかなか見えにくいわよね。そんな状態で付き合ったとしてもそのままいい関係性になるっていうのは結構確率的に低いんじゃないの？そうなんです。なのでこの後ね、斎藤のメッキっていうのはどんどん剥がれていくんです。果てしない執着。事件から約1ヶ月前の2019年10月、篠原さんと会っていた斎藤は彼女と激しい口論に。どういうことだよこれは。篠原さんのスマホを取り上げ、その画面を彼女に向かって突きつける斎藤。画面には篠原さんが勤務していたスナックの客との LINE が映されていました。スナック店員として客と親密に LINE をすることは決して珍しいことではありません。しかし嫉妬深い性格の斎藤は篠原さんがスナックで働いていること自体に不満があり、スナックは辞める、他の男とは縁を切るなどと約束させていたんです。その約束が守られなかったため、斎藤はこの日篠原さんに別れを告げました。そして異常だったのはこの後の彼の行動。お前もう新しい男できたの？早すぎね。斎藤は自分から別れを切り出しておきながら、篠原さんが少しでも他の男性と親密になると嫉妬して突っかかってくるんです。そのくせ篠原さんが復縁を望むと突き放し、離れればまたネチネチと執着することの繰り返し。何がしたいのかわからない斎藤の行動に篠原さんも困惑していたんです。こうして急速にこじれていった2人の関係。斎藤の篠原さんへの嫌がらせはみるみるエスカレートしていき、交際期間中のデート代、旅行代を返せなどと迫るように。さらに斎藤は篠原さんがお金を払えないと分かると、彼女の顔写真を SNS に晒しました。爆弾を投下する。そう言って篠原さんのプライベートの写真や彼女との LINE のやり取りを投稿した斎藤。彼はその中で篠原さんの殺害をほのめかす発言までしていたんです。いや、僕自分にめちゃくちゃ自信あるように見えて、めちゃくちゃネチっぽくてよくわかんない男ね。本当は自信がなかったのかもしれないですよね。というのもね、本当に自信ある人って、彼女の行動とか含めていちいち干渉しないですからね。そしてこの後斎藤はついに強行に及んでしまうんです。2019年11月14日、斎藤の篠原さんへの粘着行動が1ヶ月ほど続いていたその日、埼玉県警ある通報が寄せられました。息子が元恋人を傷つけてしまいそうなんです。電話口でそう話したのは斎藤の母親。斎藤は篠原さんのことについて思い詰め、母親に興奮した様子で愚痴を漏らしていたんです。話を聞いた警察は斎藤との面会を申し出ますが、母親は家族で状況を確認したいので待ってほしいと一旦は保留。翌日再び警察に連絡をして、息子を実家に連れ帰ってきたと話をしていたんです。その時は斎藤も落ち着いていた様子で、話はそれで済んだように思えていました。しかしその後、母親が少し外出した際に斎藤は行方をくらませてしまったんです。2019年11月15日の夜9時前、スナックへの出勤のため新潟駅前の雑居ビルを訪れた篠原さん。その階段を上る途中、彼女は踊り場に見覚えのある人影を発見。ああ、凌介くん。そう、そこにいたのは斎藤だった。久しぶりだね。どうしたの？篠原さんは唐突に現れた彼に内心恐怖をしながらも刺激しないよう以前と同じように努めて明るく振る舞った。しかし次の瞬間、彼女からはそんな余裕も消え失せてしまう。斎藤の手に包丁が握られていることに気がついてしまったのだ。ごめんなさい。ごめんなさい。篠原さんは恐怖に身を縮め必死に許しを請う。しかしふざけんじゃねえ。
古びた雑居ビルの中に何度となく響いた篠原さんの悲鳴。その場に倒れ込んだ彼女の周りに真っ赤な血だまりが広がっていく。動かなくなった篠原さんに視線を落とし、斉藤は小さくため息をついた。そして彼は血だまりを踏みしめながら階段を降り、夜の街へ消えていた。事件の日、母親が不在の隙に埼玉の実家を出た斉藤はその足で包丁を買い、逃走資金十数万円を引き出した後、2時間かけて新潟へ向かいました。そこから篠原さんが働いていたスナックがある雑居ビルで待ち伏せし、彼女をとうとう殺害してしまったんです。いくらさ、住んでるとこが離れてたとしても、こういう人っても平気で家とか勤務先とかまで来たりするものよね。改めてやっぱりこうやってネット上で出会うことの危険性みたいなのを思い知らされたわよ。本当そうですよね。ただ今回はね、出会ってから分かったパターンなんですけど、だから出会う前にちゃんと警戒するのも大事だし、そこまでセーフだったとしても、その後にやばいのが発覚した場合にそこからどうするかっていうのも結構大事なんですよね。だからもう本当にやばいのが分かった時点で、どこで判明したとしても分かった時点でもちゃんと相手と距離取ろうっていうシンプルな話なんです。事件から3日後の11月18日、現場から徒歩4時間半の位置にあるコンビニで逮捕された斉藤。彼は犯行の事実を全面的に認め、殺人、銃刀法違反の罪で起訴されることに。新潟刑務所で勾留された斉藤は、そこで公判開始の日を静かに待っていたんです。ところが事件から約1年が過ぎた2021年1月3日、斉藤は刑務所の中で亡くなってしまいました。死因は急性腎不全。刑務官が独房の外から呼びかけても返事がなかったため、確認に入ると彼は布団の上で仰向けになったまま冷たくなっていたといいます。こうして事件は犯人死亡により控訴棄却となったんです。自身の容姿に絶対的自信を持ちながら一人の女性に異常な執着を見せ、最後には命を奪ってしまった斉藤。彼は容姿こそ整っていたものの、女性から本気で愛されることはあまりなかったのではないでしょうか。別れた女性にしつこくつきまとうのは内面的な魅力に欠ける自分に気がついていて、その現実を直視したくないための行動にも思えます。あなたは彼のように別れた相手に執着してしまった経験はありますか？